どうも、カイです。今回はウェールズコンウィー城に来ています。これは13世紀に建てられ、世界遺産にも登録されているウェールズ有数の観光地です。しかし心霊現象が多い城としても有名で、火がないのに何か燃えてる匂いがしたり、僧侶の霊の目撃情報があるそうです。今回はそんな呪われた城の歴史と現在を紹介します。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。これが城壁ですね。城へはこん中通っていけるらしいんで、登ってみましょう。にしてもやべえな。ロマンを感じる。すげえ。こんな感じ。結構高いな。ちなみにこれ城壁の中なんですが、今見えてんの駅です。外はすごい平和な羊がいるな。光景が広がってて、ここは街の中ですね。教会もある。コンウィの町はお城の建設に合わせて壁の内側に作られました。壁の長さは 1.3 キロもあり、21の塔と3つの入り口で守られ、現在でも町をぐるっと囲っています。かわいい町です。綺麗なんだけど、ただ綺麗なだけじゃなくて、町に生活が密着してる感じがある。この城壁上歩いて行けるんですね。奥に見えるお城を見てみましょう。この普通に車が通ってる道路の横にこうやって城がそびえてんのやばいな。おお、高え。あそこの入り口ですかね。あの塔に向かって歩いてきます。こっから城入ってきます。入り口も映えるな。ここもともとゲートがあったんですかね。そんな意向を感じます。コンウィー城は1283年から87年にかけてイングランド王エドワード1世が建てたものです。紀元前7世紀頃からウェールズにはケルト人が住んでました。しかし13世紀になるとエドワード1世が何度も侵攻し、ウェールズは抵抗虚しくイングランドの支配下に落ちます。これが城の中心かな。そして地元民による反乱を防ぎ、イングランドの意向を見せつけるため、ウェールズ各地に城が作られました。特にコンウィー城は北ウェールズで完成までこぎつけた数少ないお城で、現在でも保存状態がよく残されています。手前のこの塔、登ってみましょうか。塔の中心部に空洞がありますね。水が溜まってるこの部屋なんだろう。吹き抜けになってますね。この急な階段登ってきます。右に吹き抜け。外が見えた。これが上から見た中庭の景色です。保存状態いいな。そして海も見えるね。湾になっていて、あそこが海への入り口ですね。これが塔の一番上。先ほど見た塔の空洞を上から見るとこんな感じですね。こう見ると深いな。で、これが中世の城に典型的な矢を放つところですね。こっからだと矢で攻撃しやすいんですが、敵からここの小さい穴を射抜くのは難しいみたいな、そんな感じですね。城の頂上から見る街もすごい綺麗だな。この真ん中に見えてるのが教会で、この教会中心に街が成り立ってたのがわかりますね。この教会はセイントメアリーと呼ばれています。もともとこの教会はウェールズ王に保護されていましたが、エドワードの直属となり、もともといた修道士たちは追い出されました。また、イングランドからの商人や職人が城下町に移り住むのと同時に、ウェールズ人は壁の外側に排除されました。町の真ん中の噴水にいるのも、城を建てたエドワード1世ですね。そんな悲しい歴史に思いを馳せつつ、他のエリアも歩いてみましょう。塔から下見ると、ハリーポッターの中庭みたいだな。この高めの塔にも登ってみましょうか。そしてこの塔からの眺めがすごい。やべえ。めっちゃ綺麗に見えます。これが昔の橋があった場所ですね。
まあ橋自体新しいんですけど、あそこの入り口からここの昔あった橋を通らないと城に入れなかったのかな。あと衝撃なのが、電車の線路がこの遺跡をぶっちぎって通ってる。んなことある？塔の眺めを堪能できたので、次のエリアに行きましょう。ちなみにこっちの塔は階段が壊れて入れなくなってますね。普通にこれ死ぬな。見応えのあるコンウィ城ですが、実はこれまで数々の幽霊目撃情報が寄せられています。その中でも報告が多い城の最下部を探検します。これもすごいね。目撃情報で一番多いのが修道士の霊で、それ以外にも鎧姿の大男や黒い影も報告されています。このアーチも綺麗だね。こういうところから霊が顔を覗かせてきそうですもんね。塔も下から見るとこんな感じですね。もちろんボロボロだとはいえ補修もされてますけど、普通に保存状態良くて800年以上ここにこの城が残ってるっていうことがすごいなって思います。これよくわかんないですけどキングらしいです。ここはもともと大広間だったらしいです。このアーチが残されてますね。こちらの構造ですが、大広間の下にキッチンが広がってました。キッチンから見た大広間がこちらです。超 RPG。イングランド王はここに他の貴族を集めて優雅な食事会でもしてたんでしょうか。ただここには秘密も隠されていました。ここが地下潜っていくとこなんですけど、昔の刑務所らしいです。見に行きましょう。キッチン横に秘密の階段がありました。もう中入れなくなってる。ここはもともと囚人がいた場所らしいです。でも深い空間がありますね。広間で優雅に食事をとっているとき、その地下には囚人がいる、そんな状況がありました。なんか映画のパラサイトみたいですね。一抹の不気味さを感じながら城を後にしました。今回はウェールズ・コンウィ城を紹介しました。コンウィ近辺はイングランドとウェールズの戦いの舞台となった場所で、そこに立ったコンウィ城には悲しみの歴史が宿ることが分かりました。また幽霊の噂ですが、エドワード一世に追い出された修道士や亡くなったであろう数多くの騎士のことを考えると、その理由もわかる気がします。ただ、お城の保存状態も良く見応えがあるので、お近くに行かれる方がいればどうぞ。今回はここまで。それではチャオ。